アンモサ製作所です。今回は、ガンダムユニコーンの3号機である、ガンダムフェネックスを2色のゴールドで、ピッカピッカにして作ります。メッキ的ではないですが、こんな感じのフェネックスもどうでしょうか。はい、HGUC ユニコーンガンダムフェネックスです。上から見ると普通の HG サイズに見えますが、横から見ると結構厚みがあります。これが、アームドアーマーが入ったパッケージかな？次にサイコフレームのクリアパーツ、綺麗な色でワクワクします。これが本体の外装パーツですね。2つに分けてパッケージされてます。最後に組み立て解説書です。ランナーが多くてパーツも多いと思うんですが、普通の HG と大差ないですね。では、作っていきましょう。まずはパッケージから出してパーツの切り離しをします。この、ガンダムフェネックスですが、量販店で箱を見るまで存在を知りませんでした。ユニコーンガンダムは見て知ってましたが、その後パッタリアニメは見ていなかったので、たまたま、塗料を買いに近くの量販店に行った時、とりあえず立ち寄るガンプラコーナーに、見慣れない箱を発見してとりあえず確保。そこでスマホで検索して、フェニックスの存在を知るアンモサでした。ユニコーンガンダムは作りたかった機体でしたし、ゴールド色も塗ってみたい色でしたので購入しました。色々理由付けしてますが、かっこよかったから買いました。パーツすべての切り出しが終わりました。やっぱりパーツは多めですね。これから素組みしていきます。細かいパーツから各部位の組み立てに関しては、長くなるので省略しました。ここまでに各部位の組み立てをしましたが、細かい部品の組み合わせが多い機体です。なのであまり関節とか動かすと、ポロポロとパーツが外れるかもしれません。アンモサは飾るだけなので、許容範囲ですけど、あまり外れるようなら接着したいと思います。はい、素組みが終わりました。想像よりいかついです。背中にある2枚のアームドアーマーが、そう思わせるのかもしれません。綺麗に色が塗れたらかっこよさそう。では、表面処理をしていきます。まずは定番のアンテナの鋭角化です。このフェネックスはディテールも多いので、改造は基本ここだけの予定です。大まかにニッパーで切ってカンナがけして、最後にヤスリで整えて終了です。あとは、ひたすら表面処理です。フェネックスはパーツも多いですが、そのパーツごとの面も多いです。きっと綺麗に面を出すだけでかっこよくなると思い、この表面処理はだいぶ時間をかけました。この姿勢制御用のスタビライザーも、一節ずつ各面を、カンナがけしていきます。このスタビライザーは樹脂の塊のようで、引けがすごいです。こうやって作業しているとき、かっこよくなると思いながら作業してますが、どこかで不安と格闘して進めてます。経験値を上げると不安もなくなっていくと思ってますけどね。アンモサの平面の表面処理はカンナがけが主です。こういった小さいところは、スポンジやすりだと届かないですし、紙やすりを小さく切って処理してもエッジがなまる気がします。アンモサのやすりかけが下手なのかもしれませんけど。あとこのゴールドのプラスチックは表面処理がやりにくく思います。成形時のプラスチックの流れが表面に見えます。それがエッジに見えたりするので、色々角度を変えて確認するのが大変でした。全塗装する人の方が少ないのでこの成型色なのは仕方ないですね。最後は旋盤でのヤスリで表面を軽くヤスって終了です。すべての表面処理が終わり、メインイベントの塗装です。まずは下地塗装ですが、ベースの下地を2色に塗装してから、
その上からシルバーを塗装していきます。今回のゴールドはシルバーの上にクリアを塗装してゴールドを表現しますが、ゴールドの下地になるシルバーは、その下の色で明るさが変わるので、それを利用して2色にできないかと思ってます。そのシルバーの下地色ですが、ニュートラルグレー3と EX ブラックにしてます。ブラックの部分は、初めての試みなのでアクセント程度で少なめです。このシルバーの塗装ですが、のっぺり塗装ではなく、砂吹き塗装のように表面を荒らして塗装しています。こうすることで、最終的にキラキラした反射が出ないか試してみました。ひたすらシルバー塗装中。下地の塗装が終わったのでゴールドにしていきます。クリアイエローを 90%、クリアレッドを 10% で調色しました。実際の塗装時は調色したクリアに、30% 程度クリアを追加して塗装してます。こうすることで、発色を遅らせて色合わせしやすくしてるつもりです。塗る回数が増えるので疲れますけどね。色合わせに集中しすぎて、カメラ外で塗装。ひたすらゴールドを塗装中。次にクリアパーツの塗装です。下地は直接シルバーを塗装して、クリアブルーを塗り、ラフシルバーでキラキラ演出しました。クリアパーツは塗装するか悩んだんですが、やっぱりそのままだと暗いので塗装することにしました。このシルバーも砂吹きのように塗装しました。クリアブルーは明るめにしたかったので薄く塗装して終わります。ラフシルバーは軽く一吹きです。バックパックや足のブルーはメタルダークブルーを下地なしで塗装します。その後にクリアブラックを塗装。ほぼ成型色と同じでメタリックが入った感じになりました。フレームなどのグレー系はスターブライトアイアンです。ここは薄めか濃いめか悩んだんですが、メリハリつけたくて濃いめのスターブライトアイアンにしました。最後にバーニアの塗装です。バーニアの内側をシルバーで塗装して、軽くクリアブルーを塗装します。外側をミスターメタルカラーで塗装。ピンボケですが、こんな感じの濃い感じになります。それをキムワイプとかで磨くと金属感が出ます。映像からだとわかりにくいですが、ガンメタとは違うなんとも言えない、金属感が出るのでいいと思ってます。はい、すべての塗装が終わりました。HG なのに RG っぽさを感じさせるパーツ数です。では、組み立てていきます。細かい部分を組み立て中。大まかな組み立てが終わりました。こう組み立てると、アームドアーマーがすごく大きいです。これがかっこよいところなんですけどね。では、最後の組み立てです。いやー、今回のフェネクスは、伸びしろしか感じない製作でした。全身ゴールドを均一に塗装する難しさをしみじみ体感しました。でも、これに懲りずチャレンジします。この胸部のサイドは下地がブラックですがわかりますかね？言われてみればって感じですよね。もうちょっとはっきりさせたかったんですが、経験値不足です。腕と足も何箇所かブラックの下地の部位を入れてます。あと、動画にできていないんですが、アームドアーマーは、色が合わなさすぎて、一度塗装を落として塗り直しました。その際、パーツに直接シルバーを塗装したせいか、一番、イエローっぽいゴールドになったように見えます。この色を見たとき、この色で良かったんじゃないって内心思いつつ、3色の塗り分けができて良かったと切り替えています。あと、説明できていませんでしたが、クリアパーツは、ゲート処理のみだけです。クリア面を曇らせたくなかったので、そのまま塗装しました。アンモさとしてはちょうどいい感じの色になったと。
思ってますが、どうでしょうか？感想などコメントいただけると嬉しいです。今回は初の試みが多くて大変でしたが、その分楽しめましたし、このフェネックスは、小さいパーツから大きなパーツまで、色々あるのでいろんな経験ができる機体だと思います。何より完成した時のかっこよさはひときわです。まだ、そんなにガンプラ作ってないですが、全塗装派におすすめできる機体です。今回も最後まで見ていただき、ありがとうございます。また、見に来てくださいね。そういえば、4月の再販で何個かガンプラが入手できた。これはこれで何から作るか悩むなぁ。楽しい悩みです。